どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、久しぶりにトランプの伏線です。10年以上前、ワンピース考察本に寄稿していた時から、ワンピースの物語は表裏一体や語呂合わせの他にトランプゲームをもとに構成されているとも考えてきています。にやかには信じられませんよね。この理論のヒントは、チェスと同じ動きで物語が進むルイス・キャロルの名作、鏡の国のアリスにあります。鏡の国のアリスの前作、不思議の国のアリスでは、不思議な物語へと導く白ウサギが登場していますが、ワンピース2巻の作者コメント欄の絵には、その白ウサギが描かれており、小田先生の画集にも、なぜか唐突にワンピースの絵に紛れてアリスの絵が描かれています。そこでこちらのシリーズの動画では、頂上戦争とドレスローザ編は日本のトランプゲーム大富豪がモチーフであり、そしてワノ国編では日本独自のトランプゲーム5人間をモチーフに構成されているとこちらで考えました。今回まずは1051話でワノ国の戦いが決着したので、この5人間の答え合わせをしていきましょう。さらに先日発表された最終章についても考えます。最終章ももちろんトランプゲームをモチーフにキャラクターたちが動いていくと思われます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。日本人でもよく知らない5人間とは、大航海時代、長崎の南蛮貿易によって、ポルトガルから入ってきたトランプゲームが変化したものです。当時は5人間賭博として盛り上がりましたが、江戸時代に禁止令が出て全国的に廃れていきました。しかし当時、辺境の青森県津軽藩では、この禁止令が行き届かず、津軽地方のみに今でも根強く残っているという変わったトランプゲームです。ワノ国編には津軽三味線やお玉のリンゴ、ねぶたなど、青森県の津軽っぽい要素を確認できます。5人間のオリジナルトランプカードには、街道っぽい青い竜や鬼がいます。5人間の基本はチーム戦で、2人の関係チームと3人の無関係チームに分かれて戦います。ワノ国の戦いでは関係チームが街道側、無関係チームがルフィ側でしょう。さらにカードを配る役が1人必要なので、合計6人で遊ぶカードゲームです。そして9枚の絵札を先に奪った方が勝利します。さらにこの5人間はどちらかが勝つまで何回戦も勝負を行っていきます。そして5人間のポイントは、ゲームの開始は必ずスペードのエースのカードから始まるそうです。そう、スペードのエースとはもちろん、ワンピースではエースです。つまりエースの話が語られた回が戦いの始まりです。ワノ国における5人間の構図は厳密なルールを元にしているものではなく、あくまでもモチーフとして反映されているだけだと考えますが、このエースからスタートするルールはおそらく絶対的でしょう。エースの話を軸にしていけば、ワノ国の戦いが5人間で構成されていると分かりそうです。まずは前哨戦、ワノ国本土の戦い。エースの話は912話でお玉から語られていますから、ここからワノ国本土の戦いがスタートです。ここでのカードの配り役はおそらく金右衛門でしょう。金右衛門は半次へのカードをワノ国中に配っていました。そして関係チームのメインはカイドウとオロチでしょう。無関係チームのメインはルフィ、ロー、キッドでしょうか。このワノ国本土の戦いの結果はおそらく、カイドウとオロチを頭にした関係チームは絵札を9枚集めれずにルフィたちに鬼ヶ島上陸を許してしまい、引き分けになったと考えられます。引き分けの場合はルール上有利なカードを持っている関係チーム、つまりカイドウ側の負けとなります。続いては本番、ワノ国鬼ヶ島での戦い1戦目です。鬼ヶ島での関係チームの頭はカイドウとビッグマムでしょう。鬼ヶ島1戦目の始まりは984話で登場したヤマトから語られたエースの話からスタートです。ここでのカードの配り役はおそらくローです。ローはこのターンではあまり戦わず、シャンブルズで赤鞘たちを鬼ヶ島へ届けていました。そしてこの鬼ヶ島1戦目の結果はカイドウ側関係チームの勝利だと考えます。それは鬼ヶ島屋上でカイドウが赤鞘9人男を9人一気に倒して絵札を9枚集めたと捉えることができるからです。そして鬼ヶ島2戦目のスタートは999話でヤマトから語られたエースの話でしょう。ここでのカードの配り役は不死鳥マルコでしょうか。マルコはゾロを屋上へ届けたり、カードの配り役のイメージです。1000話では鬼ヶ島屋上にルフィ、ゾロ、ロー、キッド、キラー、最悪の世代5人が4校2人の前に立ちました。一方、飛び六方の相手は麦わらの一味になっています。この鬼ヶ島2戦目の結果はまたもやルフィたちの敗北でしょうか。999話から1024話の2戦目のターンでは飛び六方の4人、
そしてオロチ、勘十郎など6人を倒しましたが、ルフィ側はルフィやゾロ、キンエモン、オキク、アシュラ、キャロット、ワンダ、マルコら8人が撃破または満身創痍となっています。鬼ヶ島2戦目では厳密には絵札を9枚取られていませんが、大将桃之助と忍の2人が鬼ヶ島から落とされているので、合計で10人9枚以上取られたというイメージの計算でしょうか。鬼ヶ島2戦目もカイドウ側の勝利でしょう。ここでルフィたちにはもう後がありませんが、5人間のルールには大逆転が可能な逆スコンクというルールがあります。それは無関係チームルフィ側が1枚も絵札を取られずに9枚の絵札を取ってストレート勝ちすれば得点ボーナスが入って逆転できるというルールです。1024話の時点で残っている敵側の絵札はアプーがカイドウ側を裏切って中立になったので、カイドウ、ビッグマム、キング、クイーン、ジャック、ペロスペロ、ホーキンス、オロチ、福60の9枚でしょう。そして迎えた鬼ヶ島3戦目のスタートは1025話で再びヤマトから語られたエースの話がスタートです。ここでのカードの配り役は竜になってルフィを届けた桃之助と、おそらく赤鞘を治療して復活させた光月日和でしょうか。つまりカードの配り役は光月家のイメージでしょう。鬼ヶ島3戦目では開始早々1026話で犬嵐がジャックを、ネコマムシがペロスペロをそれぞれ倒しました。次に1029話ではキラーがホーキンスを倒しました。そしてサンジがクイーンを倒し、ゾロがキングを倒し、ライゾウが福60を倒し、デンジローがオロチを倒し、さらにロートキッドがビッグマムを倒して、残るはルフィ VS カイドウです。ここでルフィはギアフィフスを発動してズニー社からジョイボーイと呼ばれています。ジョイボーイとはカリブ海の神の名前で、それは踊りの神だと言います。そして5人間ではジョーカーのカードを出すことを踊るという。つまりルフィはギアフィフス、太陽の神ニカとなり最強カードジョーカーになったようです。ルフィはギアフィフスでカイドウを倒しましたから、これでストレート勝ち、逆スコンクが成立してルフィ側が勝利しました。このようにワノ国の戦いは日本独自のトランプゲーム5人間のイメージ、モチーフが採用されていると考えます。5人間の語呂合わせは5人間。52巻の小田先生コメント欄の絵では、ルフィがまるでヤマタノオロチ退治を行った神スサノオのようになっています。さらに5人間の話数の語呂合わせは5人間。520話でルフィはサンダーソニアの技ヤマタノオロチを倒しています。さらに520話のカラー扉絵では麦わらの一味がトランプでババ抜きをしており、5人間と同じく6人がテーブルに座り、カードを持っているのは5人だけ。何がカードの配り役でしょうか。後ろにはリンゴを持ったブルックがカイドウのように角が生えた牛に襲われています。さらにフランキーのジャンパーには竜と太陽が描かれてもいます。そして最後に考えたいのは最終章でのトランプゲームです。先日1053話で小田先生は1ヶ月休載して1054話からついに最終章へ突入すると発表されました。最終章のポイントはやはり革命軍でしょう。最終章では天竜人を倒すために革命が起きると考えられます。革命といえば大富豪のルール革命です。大富豪とは大貧民ともいい日本独自のトランプゲームで、このゲームには同じカードを4枚場に出すとそれまで強かったカードが逆転してしまう革命というルールがあります。革命が起きるとそれまで最弱だった3のカードが最強になります。だから革命軍ドラゴンの顔のタトゥーはダイヤの3。大富豪のルールではダイヤの3を持っているプレイヤーが親になるそうですから、最終章は革命軍ドラゴンがまずは支配しそうです。さらにハートのタトゥーが3つあるローもハートの3で最強でしょう。麦わらの一味で言えばサンジもハートの3のイメージがあります。三刀流のゾロもスペードの3のカードでしょうか。さらに太陽の神ニカ、ルフィも最終章では3=3、クローバーの3のカードでしょうか。僕はこちらの動画で幻獣種ニカの正体とはゴムの木の樹脂だと考えていますから、植物由来ですからルフィのスーとはクローバーだと考えます。さらにワノ国編と同じならギアフィフスになるとルフィは最強カードジョーカーにもなれるかもしれません。過去のこちらの動画ではルフィのカードイメージはアレクサンダー大王とのつながりからクローバーのキングだと考えていましたが、ルフィは太陽の神でしたからクローバーの3と、そして踊りの神ジョイボーイですからジョーカーでもあります。そのように考えると最終章の黒ひげのカードイメージもスペードの3でしょうか。黒ひげの海賊旗は3つのドクロですからスペードの3のイメージでしょう。そしてもしも黒ひげのイメージがスペードの3のカードなら大富豪にはスペ3返しというルールがあります。
スペ3返しとは、スペードの3のカードは単独で唯一最強のジョーカーをさせる。ルフィがもしもジョーカーなら、スペードの3の黒ひげはルフィを殺せる。つまり最終章では黒ひげによるスペ3返しが見られるかもしれません。他にも注目したいルールは8切りでしょう。8を出すと強制的に場が流れるというルールで、例えば頂上戦争では8をイメージさせる8本足の雲、大渦雲のスクワードが白ひげを刺して8切りを行い戦局を変えていましたし、丸い8の字のメガネのコビーが戦争を止めていました。そこで最終章で8切りを行いそうなキャラクターは誰でしょうか？それはおそらく嘘800の嘘8ことウソップでしょうか？他にも大富豪のルールで面白そうなのは、通常の革命ルールではなく階段革命というものがあります。これは連番の数字を4枚出すと起こる革命ルールです。頂上戦争では革命軍稲妻がエースを助けるために階段を作ったことで階段革命が起きて、最弱の3のカードが最強となり、クローバーの3のカードルフィが最強のガープを退けて、さらにスペードの3のカードだと思われるミスター3が最強カードとなってエースを助けました。しかし、皮肉にも階段革命が起きたことで、スペードのエースであるエースは最弱クラスになり、命を落としています。このような感じで、最終章でもおそらくトランプゲーム、大富豪の要素が散りばめられた戦いになると考えます。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があれば、コメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。